これより鉄腕アニメーションのセッションを開始させていただきます。それではよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。モジュラージャパンのブライアンと申します。今日は鉄腕アニメーションについて話させていただきます。どうしてありがとうございます。どうして鉄腕アニメーションになったかというと、日本ではアニメーションとアニメと別のものだと思われているようですが、実はアニメとアニメーションとの間に共通点が意外と多いんです。今日はそのアニメとアニメーションの関係について学んでいきたいと思います。そうすると、より良いアニメーション、よりきれいなアニメーションが作れると思います。それを学びながら、新しい Firefox のアニメーションツールも紹介いたします。本当に先週の木曜日ぐらいに入った機能も紹介いたしますので、ぜひ楽しみにしてください。まず、ウェブとアニメーションの関係についてちょっと考えていきたいと思います。皆様、ウェブは素晴らしいでしょう。素晴らしいでしょう。はい。Yes. Firefox Developers Conference ですから、Yes って言うしかないですね。はい。でも、ウェブは本当に素晴らしいと思います。ユーザーとしては、どこでも本当にどの端末でも同じコンテンツはアプリインストールせずに使えますので便利だと思います。しかもオープンな技術でできてますので、きちんとプライバシーを守ることもできます。そのコンテンツ調整することもできます。開発としては、1回だけウェブの技術でアプリまたコンテンツ開発すれば、本当に世界のユーザーにリーチできます。また別の言語に書き直す必要もなくて、そしてアップストアのレビュー待ちもないんですので、本当に便利だと思います。楽だと思います。しかし、ウェブはちょっと地味な存在している気がします。この2つの画面をご覧ください。左側はAndroid 版の Facebook アプリ。使うとスラスラに動いていますが、ウェブ版だと全然動かないです。本当に地味な感じです。実はもうしっかりです。Android だとこういう素敵なアニメーションがあるのに、ウェブ版だと本当に地味な感じですね。それはどうしてでしょうか。どうして他の環境だと十分動いているのに、ウェブだけでも何も動かないです。それは問題3つあると思います。今日はその3つの問題についてちょっと解決してみたいと思います。まずは、ウェブでアニメーションいらないという考え方があります。なぜかというと、ウェブって HTML という技術から生まれました。HTML ってハイパーテクストマークアップラングエッジでテキストが中心になっています。文字だけが十分という考え方が今でも残っています。その後にイメージ要素が追加されて、少し画像の存在も認められたんですけど、まだ文字がメインという考え方が残っています。でも説明するときに場合によっては文字より画像の方が分かりやすい。同様に場合によっては画像も文字よりもアニメーションの方が分かりやすいです。アニメーションってもう一つの言語だと考えられます。もう一つの言葉だと考えていただきたいです。アニメーションでいろんなことを表現できます。分かりやすく表現できます。例えば一番簡単なのは、ほら見て、このコードペンを使っている方も多くいらっしゃると思いますが、コードペン使うと保存してないときにその保存ボタンが踊ってくれます。ほら見て、忘れないでという表現をしています。アニメーションだから目を引きます。結構分かりやすいです。もう一つの表現は相づち的な表現もアニメーションでできます。このボタンを押すと全然反応はないんですが、アニメーションを使うと、ほら聞いてるよという表現はできます。それはどうでもいいと思われるかもしれませんが、私は一回地下鉄のチャージ機両替するつもりで使って1万円札入れてチャージボタンを押して3秒以内ぐらい全然反応がなくて、じゃあ聞いてないかなと思ってもう一回押そうとしたけど、
ディスプレイが触る瞬間に画面が切り替えて、そして全く同じ位置に1万というボタンがあったので全部入れちゃったんです。それからの1週間はずっとパズモが使える店しか行かなかったんです。反応が大切です。アニメーションでその聞いてるよという反応は表現できます。またこのボタンをご覧ください。押すと、反応はあるんですけど、その後にまた変化します。その間に何やってるかとわからないんですが、それをアニメーションによって表現できます。今考えてるよ、今働いてるよという表現はアニメーションで分かりやすくできます。そしてこのインターフェースをご覧ください。この更新ボタンを押すと、古い情報、古い項目が消され、新しい項目が追加されます。でも何が変わったか分かりますか？分からないですね。しかしアニメーションを使うと、その変化を分かりやすく説明できます。だいぶ分かりやすくなったでしょう。変化の場合はアニメーションが特に分かりやすいと思います。またこのインターフェースで項目選択すると詳細が出てきます。でもその2つの画面の関係はちょっと分かりにくいと思います。ポンと出てきますので、その前の一覧の画面に戻るためにどうすればいいかちょっと考えないといけないんですが、アニメーションを使うとその関係が分かりやすくなります。どうすればいいかと考えないで分かります。その一覧のビューが左で詳細が右ですから、その UI の全体的な仕組みをアニメーションによって分かりやすく説明できます。最後にもう一つの使い方があって、それは単純に楽しいアニメーションもあります。それは何も表現してないと思いますが、ただ楽しいです。でもそれも重要だと思います。こういう楽しいアニメーションあるから、もっといいねと押したいです。もっとツイッター使いたいと思います。そういうふうにユーザーにアニメーションによって喜ばせることができれば、ユーザーがこのアプリいいな、この会社いいな、友達に紹介したいなというふうに考えてくれますので、結構重要だと思います。他の使い方もあると思いますが、この今まで紹介した表現とかこの楽しい使い方だけでも、ウェブでもアニメーションが役に立つと思います。しかし、よし、アニメーション作ろうとしたら、もう一つの問題が出てきます。アニメーションって難しくないですか？私は普通にウェブの開発するときに、例えばボタンを右の下に動かしたければ、なかなかそれでも難しいと思います。この時はフレックスボックス使おうか、アブソルートポジショニング使おうか、そうするとレイアウトが崩れてしまう、どうすればいいかよく迷いますので、アニメーションはさらに難しくないですか？実はそうではないです。アニメーションは意外と簡単ですよ。いろんな技術ありますけど、短く紹介いたします。まず一番簡単なのは CSS トランジションという技術。この右にはボタンあります。ホバーすると色が少し変わります。それをもうちょっとスムーズ、柔らかくしたければ、トランジションを入れることができます。トランジションバックグラウンド1秒で。はい。そうすると、アニメーションがもうできました。もうアニメーター、すぐなれます。はい。ちょっとまだ地味な感じですので、もうちょっと派手なボタンを作りたいですので、そうするため、そしてトランジションのプロペティはすべてのプロペティに設定します。はい。簡単でしょう。いろんな設定ありますけど、こういう簡単な使い方もあります。例えば、ちょっとロボット感出したければ、こういうイージングもあります。はい。そういうふうにすぐアニメーションが作れます。今日のプレゼンのアニメーションはほとんどトランジションでできています。意外と使えます。でも使えない時もあります。表現できないこともありますので、そのために CSS アニメーションがあります。CSS アニメーションの場合は、
別にキーフレームズを定義して、それから普通のスタイルのところから参考にします。例えば、この場合はアニメーション1秒で永遠まで。はい、もうアニメーション作れました。ちょっと気持ち悪いですので、はい、こういうふうに設定すればもうちょっときれいになります。これが CSS アニメーション。もうちょっと見せたいことありますけど、さっきのスライドに戻ると、今こういうアニメーションは開発ツールで見ることができます。これはバックグラウンドカラーとトランスフォームのアニメーションがあるかと。Firefox の44から入っている。今のデベロッパーエディションに入っています。こういうふうにアニメーションを見ることができます。CSS アニメーションの場合も同じようにそのアニメーションが表示されています。その2つの CSS トランジションのアニメーションでいろんなことを表現できますが、その使い分けに迷っている人結構いますので、簡単に言えばこうになっています。CSS トランジションの場合は一つの状態から直線で別の状態に変化するとき、それ以外の場合は大体 CSS アニメーションになっています。特に同じ状態に戻る場合は CSS アニメーションの方がふさわしいです。また繰り返しの場合は CSS アニメーションで、すべてのブラウザで対応されていますので、ぜひ試してみてください。他の技術もありますので、短く紹介します。まず SVG のアニメーション技術も実はあります。いろんな機能が入っています。こういう機能も入ってるんですけど、こんな素晴らしいアニメーションは作れますが、残念ながらこの技術がなくなるかもしれません。なぜかというと、今年の4月にGoogle さんが Chrome からこの機能をデプリケートして消しますとアナウンスしましたので、おそらく他のブラウザからもなくなるかもしれません。残念です。私は長い間 Firefox の実装で苦労してたので非常に悲しいことです。はい。そしてもちろん JavaScript も使えます。これが jQuery でいろんなアニメーションが作れます。いろんなライブラリありますが、その SVG スマイルの代わりに何が使いたければ、この2つ、一番下のSnapSVG、Adobe さんが提供しているやつと、その上のグリーンソックが結構人気あります。それぜひ使ってみてください。最後に紹介したいのは、新しい技術 Web Animations。これは Mozilla Japan が提案して標準化して実装している技術です。そして今ほとんどのブラウザでは実装中です。一部はもう Chrome のリリース版に入っています。このアニメという関数。その同じところはおそらく Firefox にはクリスマスまでに入ると思います。頑張れば。はい。それはどうしてこういう機能が必要かというと、別のライブラリに見えますけど、何が違うかというと、2つの特徴あります。1つは、この同じ API で CSS アニメーションと CSS トランジションをいじることができます。また同期することもできます。先ほど紹介したアニメーションツール、Firefox のアニメーションツール、実はその Web Animations API に基づいて作られました。もう一つの特徴は、これから話すところなんですが、パフォーマンス的な理由でこの API が役に立ちます。ブラウザしかできないパフォーマンス最適化がございます。それを JavaScript から使うために JavaScript の API が必要ですので、そのためにこれが実装されましたが、その理由はもうちょっと細かく説明します、これから。はい。では、そういう技術あります。最も簡単なのはトランジションとアニメーション。それで誰でもアニメーターになれますので、ぜひアニメーション試してみてください。しかし、まだもう一つの問題があります。それは、
この問題です。このようなアニメーション見たことありますか？結構あるでしょう。カクカクしてしまいます。かっこ悪いでしょう。そしてこういうアニメーションを見ると印象が良くなるわけではなくて逆に迷惑になります。アニメーションない方がいいと思います。この場合は。これはどういうふうに解決すればよいかと、まずアニメ業界からちょっと学んでいきたいと思います。日本でアニメが初めて成功したのは手塚治虫さんの時代だと言われています。なぜかというと、その時代まではアニメのコストがあまりにも高くてあまり進まなかったようです。しかし手塚治虫さんと虫プロでいろいろ工夫して、そのコストの削減についていろいろ工夫して、例えば絵の枚数を減らすようにいろいろ工夫していろんな手法ができました。それからアニメができるようになったようです。そのような手法って言えばいろいろありますが、例えばこのアニメご覧ください。パラパラアニメーションだと少なくとも2枚絵を描かないといけないんです。しかしテレビのアニメだとそうではなくて1枚描いて、そしてその変わったところだけを別の透明のセルで描いて合わせると2枚の絵が作れます。それの方が早く作れるし楽です。そしてそのセルという概念を用いてこのようなアニメーションをすぐ作れます。パラパラアニメーションだと何枚も描かないといけないんですが、セルのアニメだと2枚だけ用意して、そしてその位置のその関係をだけ描いて写真撮って何枚も作れます。こんな感じになります。またそのセルがなくてもカメラだけを動かせばアニメーションも作れます。こんな感じになっています。このような手法でコストが高くならないようにアニメが作れるようになりました。それはブラウザとどういう関係かというと、実はブラウザの中にもアニメーターがいます。この人 MT さんと勝手に呼んでますけど、全然面白くなくてすみません。MT さんってメインスレッドという意味でMT さんってブラウザの中心のところにいます。MT さんいろんなことができます。JavaScript を動かすことができるし、イベントの対応もできます。でも最も大きな仕事はデザインの仕事です。MT さんがページのレイアウト決めて、すべて決めて、そしてそのページのコンテンツの絵も描いています。それは素晴らしい仕事をしてますが、アニメーションがある場合は結構大変になります。いろんな絵描かないといけないんです。そして滑らかになるために1枚を16ミリ秒以内描かないといけないです。間に合わなければカクカクしてしまいますので、MT さんは大変ですよ。それで最近すべてのブラウザではもう一人のキャラクターが入ってきました。それはコンポジタ君。はい、コンポジタ君って撮影が得意です。写真家です。仕事の分担としては、MT さんがそういうセル画みたい用意して、そしてコンポジタ君に渡して、こういうふうにアレンジしてねって命じて、そしてコンポジタ君がそういうふうに合わせて写真撮ってその絵が作れます。そしてフレームごとに今回はこういうふうにアレンジして、そしてコンポジタ君がそうしてまたもう一つの絵を合成して作っています。そうすると MT さんが1回だけそのコンテンツ書いて、それからアニメーションができます。コンポジタ君ができるのはそのセルの位置を変えること、また角度とかも変える、そして透明度まで変えることができます。つまりこのことだけでアニメーションを作れれば MT さんの仕事が軽くなります。1回だけそのセルが用意して、そしてコンポジタ君がそれからいろいろできます。具体的に言えば CSS のトランスフォームとオパシティだけ書いていればアニメーションのコストが低くなります。つまり滑らかになります。
それはちょっと厳しいだと思われますが、実はその2つのプロパティだけでいろんなことができます。例えば、この素敵なデザインご覧ください。これ素晴らしいでしょう。実はこれがすべてトランスフォームとオパシティでできています。オパシティ、トランスフォームばっかりで。はい。見えなくなりますけど。はい。その2つで全部できます。もう一つの例としては、この場合でも CSS アニメーション使ってますので、何を変化しているかとちょっと見づらいんですけど、見ると分かります。透明度とトランスフォームだけを書いています。実はその2つのプロパティでいろんなことができます。少し例としては Facebook をちょっとかっこよくしようと思いましたので Facebook のコピーを用意しました。これが普通の Facebook だけ、コンテンツだけは変えました。なんか個人情報が入ってますから、はい、こういうふうに他には全く Facebook のモバイル版と同じです。これに少しだけ CSS 入れると、今はタブを切り替えるときにオパシティでタブを隠しています。そうするとトランジションを入れることができます。はい、少しだけでもきれいになったんですけど、その一番下にあるフィードのところがちょっと見えてきますので、それを隠すためにタイミングファンクション入れようと思います。そうすると、その1枚が最後まで残ります。はい、きれいになりました。そしてもう一つちょっと変えたいところは、この編集ボタンをモバイルアプリのように下に動かしてタブを開くときにピョンと出てくるようなアニメーションを作りたいです。まずそのボタンを動かして、そして普通に見えてないときには小さくしたいです。はい、開いているときだけには普通のサイズで。今まだアニメーションがないんですので、トランジション入れましょう。本当に早いトランジションで、少しアニメーションができましたが、もっと遅れたら見えるかもしれないんですので、ディレイも入れます。はい、それの方がいいんですけど、まだそのピョン感が足りてないと思いますので、ちょっとそれを直しましょう。まずこのトランジションを見つけて、タイミングファンクションを ease に設定して、そうするとこの DevTools からタイミングファンクションを編集できます。こんな感じかな。これの方がピョン感があるかな。はい、見てみましょう。はい、少しオーバーしてから戻るという感じ。これはオパシティとトランスフォームだけで少しでも Facebook かっこよくできたと思います。ちなみに Firefox OS 2.5 端末を持っている方、もしいらっしゃったら、アドオンとしてこのアニメーション入れることができます。その GitHub にご覧にいただければ、そのアドオンがありますので、ぜひ試してみてください。そしてさらにかっこよくしてください。はい、もう滑らかなアニメーションが作れましたでしょう。いや、まだ問題一つあります。それは今の仕事の分担はいいんですけど、フレームごとにコンポジター君に指示しないといけないんです。それはちょっと良くないんです。もしその MT さんが忙しくなったら明示する、その指導する余裕がなくなります。そうするとアニメーションが止まってしまいます。それを解決するために、
丸ごとにそのアニメーションを渡したいです。全体的にコンポジター君に任せたいです。そうすると、この MC さんが忙しくなってもアニメーションが止まらないです。ちなみに、そのようなアニメーションがある場合は、この DevTools のところに雷稲妻マークがついています。その意味としては、今これがコンポジターで動いてますよ。これは本当にデベロッパーエディションだと先週の木曜日に入ってきた機能です。まだバグ少しありますので、そんなに信じない方がいいかもしれないですけど、でも次のバージョンには、はい、修正します。はい。はい。しかし、条件2つあります。もしそのアニメーションを全体的にコンポジターに任せたければ、それはブラウザがそのアニメーションを把握する必要があります。つまり CSS アニメーションのトランジションの場合は、ブラウザがそのアニメーションの全体的な形を分かっていますので任せることができますが、 JavaScript の場合だとそれはブラウザが分からないんですのでできないんです。つまり JavaScript はまだ隠してしまいます。それをどう解決すればいいか。先ほど紹介した Web Animations API を使うと、そのアニメーションの全体的な形をブラウザに伝えることができますので解決できますが、まだ実装中ですので、はい、これから Web Animations ぜひ使ってみてください。最後にその学んだことを生かすためにまた復習としてはパラパラアニメ作ってみようと思いました。この素敵な絵が見つかりましたので、これ作ってみようと思いました。このクオリティだとおそらく自分が描いた絵なんですけど、これを使ってみましょう。やりたいのは、このフレームを1枚ずつ順番に表示したいです。そして順番じゃないときには非表示したいです。そうするため、どの技術がふさわしいかというと、やっぱり CSS アニメーションが一番いいです。なぜかというと、同じ状態に戻っています。非表示、表示、非表示に戻っています。しかも繰り返しに動かしたいんですので、CSS アニメーションがトランジションよりふさわしいでしょう。そして表示するときにいろんなやり方あります。例えば、非表示の場合はディスプレイなんとか、Visibility Hidden とかいろいろありますが、さっき学んだように Opacity 使うとコンポジター君に任せることができますので、今回は Opacity 使ってみましょう。書いてみると、その1枚目はこんな感じになっています。少し複雑に見えますけど、実はもう少しきれいにできます。このタイミングファンクションを使うと、その急な変化を表現することができます。また、要素に定義されている、その最後のキーフレームは要素に定義されている価値を使っていますので、最後のキーフレームを消すことができます。そしてその同時に次のフレームを定義することができます。また少しリアレンジしてもっと短く書くことができます。そういうふうに細かいことは別に気にしなくてもいいと思いますが、こういうふうに CSS アニメーションを使ってこのパターンを表現できます。他の書き方もありますが、今日はとりあえずその最初のやり方でやってみましょう。ではどうでしょうか。パラパラアニメーションができました。素晴らしいでしょう。多分手塚治虫さんの作品に負けるかもしれませんが、それは技術が欠けているより私の才能が欠けているからと思います。はい。では、もしその今日紹介した DevTools についてもうちょっと詳しく知りたい方は、この DevToolsChallenger.com が3週間前ぐらい公開されて、本当に面白く紹介してくれます。そのアニメーションツール、いろいろ教えてくれます。本当に楽しいと思います。また、
次のセッション、この部屋の次のセッションに清水さんがいろいろデブツールについて説明します。もう一つは、このコードロップサイトにはインターフェースアニメーションいっぱいデモを通してはいっぱい載ってあります。そしてその説明も作り方とかについて細かく説明されています。また、Web アニメーションまだできてないのと思っている方は、このサイトもご覧ください。これは Firefox の実装の進捗状況です。また、今日の発表の中にこういう記事が参考になりました。ご清聴ありがとうございました。もしご質問がございましたら、時間あると思いますので、ぜひお願いします。ありがとうございました。コンポジターは、ユーザー側が特に意識せずに使えるものだと思うんですが、オパシティとかそういうのを使えばいいっていうところだけ意識すればいいって感じで、特に能動的にアクションをする必要はないと思うんですけれども、これは Firefox 独自の機能なんでしょうか、それとも、他のブラウザーでも実装する予定のものなんでしょうか、そこを教えていただけると。はい、そうですね、コンポジタってすべての今のエッジでもサファリでも Chrome でも同じ概念があります。それは共通のところです。どうしてそのトランスフォームとオパシティだけやっていれば、ページのレイアウトが結構複雑で、それはまだ主要スレッドで行われています。トランスフォームとオパシティはレイアウト関係ないんですので、別のプロセスまた別のスレッドでできますので、それでその2つだけが投与しています。これから他のプロパティもコンポジターできるようになる可能性ありますが、ほとんどのアニメーションはその2つのプロパティだけでできていますので、それほど優先度は高くないです。また、ユーザー側に、ユーザーインプット対応するところもあります。スクロールの場合によってはコンポジターでできています。そして全くユーザーと関係ないわけではないんですけど、基本的にレイヤーに関わってないことだけやっています。ありがとうございます。もし他になければ、今日はありがとうございました。すみません。すいません、ありがとうございました。キャンバスとかを使用している場合は、やっぱりコンポジターでの動作っていうのはできないってことなんでしょうか。そうですね、すみません。キャンバスの場合はコンポジター、今は使えないんですが、これからおそらく使えるようになるとは思いたいです。なぜかというと、すみません。
今の CSS ワーキンググループでは、それだけではないんですけど、フリーニというタスクフォースが生まれて、それは CSS で、JavaScript API を用意して、CSS のレイアウトは JavaScript からできるようになるためのタスクフォースです。その中にいろんな技術が必要です。一つは、そのコンポジタスレッドで動く JavaScript ができるようになる。今、ワークレットって呼ばれてますけど、そういう新しい技術が今生まれてます。それができたら、JavaScript もコンポジタスレッドで動くし、そうすると、カンバスのアニメーションもコンポジタでできるようになります。今はある程度、ワーカーでアニメーションはできますが、最終的に主要スレッドと同期しないといけないんですので、全く独立している動きはないんです。でも、多分あと2年ぐらいかな、できるようになると思いたいです。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、今日ありがとうございました。